皆様おはようございます。ナオミライフのナオミです。今回もご覧いただきましてありがとうございます。今は現地時間2026年5月25日月曜日午前8時過ぎになります。ルクソール空港に先ほど到着したばかりで、そのまま本日の観光地に向かいます。バスでの移動中にお水やお野菜、果物などを摂取する際の注意事項などをガイドのアジさんから伺います。こちらはラムセス2世時代に作られた約4キロにわたるスフィンクスの参道で、見えている台座の数は約2500個ほどあり、スフィンクスの顔はラムセス2世のお顔を真似て作られたそうです。今こうして見ると台座に残っているスフィンクスは少ないですね。これから行くカルナック神殿とルクソール神殿をつないでいる参道になります。カルナック神殿に到着です。セキュリティチェックを受けた後、カルナック神殿の模型を使って説明を受けます。入り口から至聖所までまっすぐに見えるように作られていること、また至聖所内に置かれていた船の模型も拝見しました。模型で見た通り、まっすぐの道がつながっています。ここから中に入っていきます。まずはじめにスフィンクスの参道が現れます。スフィンクスというとライオンのイメージがありますが、こちらのスフィンクスはご覧いただいてわかるように羊です。真珠が羊だったためだそうです。そしてスフィンクスの顎の下にはファラオの像があります。ほとんどの像が壊れていますが、こちらの像が比較的きれいに残っています。いかがですか？さらにまっすぐに進んでいくと、右側にアラバスターの石で作られたツタンカーメンを見ることができます。だいぶ壊れてしまっていますね。そのまま進むと大列柱室に入ります。太い柱の数の多さに驚きを隠せませんよね。柱の数は何本だと思います？なんと134本あるそうで、昔は天井があって薄暗い感じだったそうです。このような明かり取りからの光しかなかったとのことです。今は天井がない分、明るく壁画がよく見えますよね。柱の先端を見ると開いているもの、閉じているものがありますが、それぞれパビルスのお花が開いているもの、閉じているものをイメージして作られているそうです。柱や天井部分にはきれいに色が残った壁画を見ることができます。とても素晴らしかったです。正面に見えるオベリスクは右がトトメス1世、左側がハトシェプスト女王のものです。ここから見る見え方は右側が高く見えますが、実際には
左側の女王の方が高いオベリスクになっています。こちらは至聖所の中に置いてある台座です。ガイドさんによると、パワーストーンだからみんな手を置いてと言われて、みんなで一斉に手を置いていますが、たくさんの方々に触られているのがわかるぐらい黒光りしていますよね。この部屋の壁画は儀式の様子などが描かれているそうです。天井を見上げるとたくさんの星が描かれています。一部トルコ石などで色づけられた青い部分も見えます。こちらはスカラベです。ふんころがしの一種ではありますが、幸運のお守りとしてファラオたちでさえ尊敬していたそうです。この周りを皆さん回っていますが、回る回数によって願い事が叶うそうです。この後少しだけ自由時間があり、カルナック神殿内を観光した後はクルーズ船にチェックインします。クルーズ船は岸から平行に数隻停泊しているため、手前のクルーズ船の中を通って自分の船まで移動するという方式で、初めてなのでちょっとびっくりしました。お部屋に荷物を入れ、お昼ご飯をいただいた後はオプショナルツアー先に向かいます。バスで片道約2時間ほどかかる場所になりますが、ガイドのアジさんからエジプトならではのお話を伺い、景色を楽しみます。正面に見えるのが愛の女神ハトホルに捧げられたデンデラハトホル神殿です。門をくぐって左側には発掘されたものが並べられています。まだまだ現在でも発掘中とのことです。こちらの舌を出したユニークな像は、邪悪な霊を払いのける家族の守護神とも言われるベス神です。神殿の中に入る前に外側の壁画から拝見します。ご覧いただいているように、建物の外側ではありますが、きれいに壁画が残っています。壁画の中にはトカゲが描かれています。見つけられますか？昔からトカゲはいたようです。こちらはクレオパトラ7世と息子のカエサリオンのレリーフになります。ハトホル神殿の中に入ると、猫ちゃんたちがお休み中でした。やはり涼しくて外より寝やすいのかもしれませんね。こちらは大列柱室になります。18本の柱があって、その円柱の上部4面にハトホルの顔を見ることができます。女性の顔で耳だけ牛という感じですね。このハトホルの顔を見ることができます。壁も天井も柱も色彩のある壁画がきれいに残っています。いかがですか？ガイドのアジさんのお話を聞きながら、一部屋ずつゆっくりと見ていきます。
ここから地下室に入ります。ものすごく狭いところを通ります。床や壁に手をつきながら降りた先には有名なデンデラの電球のレリーフを見ることができました。当時はもちろん電球などはありませんので、本物の電球ではありませんが、ハスの花の中に蛇が入っているような図柄になっています。いかがですか？電球に見ようと思うと見えますよね。どうでしょうか？壁のレリーフをよく見てみると、筋肉の部分わかりますかね？なんか本当に立体的に筋肉が表現されている。これはもう本当にびっくりしました。いかがですか？蒸し風呂のような地下室を出るために細くて狭い階段を上がっていきます。暑い。よいしょ。これ以上暑かったら脱水になっちゃう。今日の気温は先週と比べれば涼しい。そう、さっきそう思ってた。先週は何度まで41？ 48？ 48？アスワンの方で50度まで。それで世界一の記録。汗を拭きながら、そして水分を補給しながら、いろいろなお部屋を見学します。どれも素晴らしいです。これから屋上に上がりますが、屋上には世界最古の星図の一つを見ることができるそうです。エジプトの星座とメソポタミア由来の黄道12球が融合した貴重なものらしいですが、現物はルーブル美術館に展示されているとのことです。真っ黒でうまく撮影できていませんね。残念でした。屋上から下に降りる道はこちらになります。上りとは別のルートになります。足元に気をつけつつ壁画を楽しみます。デンデラハトフル神殿に別れを告げてクルーズ船に戻ります。今日から、3泊こちらのクルーズ船に乗りながら移動していきます。私のお部屋は404号室、こんな感じです。見ていきますね。正面に見えるのがナイル川です。クルージングをしながらこの景色をゆっくり見ながらという形ですね。朝、成田からカイロに着いた時にはルクソールに移動する前に直前に日の出を見ることができましたけれども、今日はこちらでサンセットを見ることができます。いかがですか？そしてこちらには鏡があってテレビがあって、こういうふうにお茶のセットなどもあります。またこちら見ると分かるんですけども、アメニティも揃っています。シングルベッドが2つ、お手洗いと洗面所、大きな鏡がついていてドライヤーもあります。バスタブ付きのシャワーヘッドもある、快適に過ごせる感じがしますよね。シャンプーとかシャワージェルなどもついています。こちらには冷蔵庫もあります。この間トルコから使っている、洋服下着類を持ち歩くセットですね。これももうすでに
クローゼットにかけておきました。3日間ここにずっと滞在するので、こうやって置いとくと便利ですよね。クルージングの良さっていうのは本当に荷物の移動がないところかなと思います。いかがですか？今回のこのツアーは行きたい場所に行けるからと思って申し込んだだけでしたので知らなかったのですが、謎解きツアーと副題があったらしく、観光前に与えられた謎を考えてレポートを提出しなくてはならないとのことで、今説明を受けています。夕食の前にはベリーダンスショーを鑑賞します。ベリーダンスを楽しく鑑賞した後は夕ご飯をいただきます。今日から3日間はクルーズ船にて宿泊し、お食事も3食とも船内バイキングになります。お一人参加の2名の方とは今日初めてお会いしたばかりですが、3人でお話をしながら楽しくいただくことができ感謝です。今回も最後までご覧いただきましてありがとうございます。また次の動画でお会いできることを楽しみにいたしております。ありがとうございました。